皆様こんにちは。無敵のイタリアンシルバーロー、銀様でございます。私たちゆっくり歌劇団は、イギリス北西部の海、アイリッシュ海に浮かぶ小さな島、マン島に来ています。今日は世界一有名な、鉄道の物語に思いを馳せつつ、蒸気機関車に乗ってみたいと思います。その名も、マン島蒸気鉄道。東岸にある島の首都、ダグラスから、南端の町、ポートエリンを結ぶ、25キロの鉄道です。この鉄道の、本来の名前は、アイル・オブ・マン・レールウェイ、マン島鉄道、なんですけど、この島には、馬車鉄道や、電気で走る鉄道も混在しています。なので、区別をするために、蒸気鉄道、と呼ばせていただきます。街の標識、観光案内の冊子にも、スチームレールウェイと書かれていたりするので、多めに見てくださいね。蒸気鉄道の始発、ダグラス駅は、街の中心地から2キロほど離れた場所に位置しています。海岸沿いのメインストリートからバスに乗り、しばらく揺られると、花で彩られた、小さな可愛らしい駅が見えてきます。マン島蒸気鉄道は、建物も車両も、昔のままの姿を残した、異色の鉄道です。でもここは、保存鉄道ではなく、地元の人たちの移動を支える、立派な公共交通機関です。なので、島内共通の、交通 IC カードで乗車が可能ですし、乗り放題パスの範囲内でもあります。僕たちは、今回のマン島訪問にあたって、5日分の乗り放題パスを購入し、島内を回っていました。お値段は、41ポンド、およそ、6000円です。これを単純に、日数で割ると、1日1200円。マン島蒸気鉄道の正規料金は、始発から終点まで、全線を乗り通した場合は、6ポンド、840円ほどかかります。つまり、周遊パスは、蒸気鉄道を使って1往復するだけで、1日分の元が取れてしまうんです。それでは、早速乗車をしたいところですが、まだホームに入れないので、時間まで、周りの建物を見ていきますね。IC カードをかざして、改札を通り、ダグラス駅を観察していたら、早速構内に、ちょっと面白いものを発見しました。建物の隅に、ハリーポッターに出てくる、9と4分の3番線への入り口があったんです。言うまでもありませんが、魔法学校行きの列車、ホグワーツエクスプレスが出発する駅は、マン島ではありません。ここから400キロも離れた、ロンドンのターミナル、キングスクロス駅に存在することになっています。今は、実在の駅にも、半分壁に突っ込んだ荷物カートが置かれ、いつも、記念撮影をする人で賑わっています。でもあそこは、人通りが多く、絶えず観光客が行列をなしていて、せわしない空間です。しかも、深夜から早朝にかけては、いたずら防止に、カートが取り外され、ただの壁になってしまいます。その点、マン島のダグラス駅なら、いつでも空いていて、快適に、気の済むまでハリーポッターごっこができます。ハリポタファン必見の、知られざるスポットです。欠点を挙げるとすれば、ここはハリーポッターと、縁もゆかりもない場所だってところでしょうか。やがて、乗車時間になり、ホームに通じるゲートが開かれた。だが、そこにいるのは客車だけで、先頭に、牽引車両の姿がない。機関車は、出発直前まで、ホームの奥にある操車場で、準備をしているようだ。マン島蒸気鉄道の機関車は、1873年から、1926年製まで、様々な年代の車両がいる。最初は、5両が一気に購入され、その後は、輸送量の拡大に合わせて、1両ずつ増備されていった。在籍している機関車には、1台ごとに、番号と名前が付けられ、大切に扱われている。なんだか、機関車トーマスみたいです。この鉄道で、列車を引っ張るのは、すべて蒸気機関車。昔は、内燃機関で走る、機動車も在籍していたが、蒸気車両よりも先に、引退させられてしまった。ディーゼル機関車も、客車の入れ替え、保線担当の車両が、数台あるだけで、今後も近代化の予定は一切ない。機関車の形態は、石炭と水を、車両本体に積み込む、タンク機関車だ。軸配置は、前に、動力を持たない、前輪が一軸、その後ろに、二つの動輪を備えている。日本式に言えば、1B といったところだろうか。客車が小さく、それほど大きな牽引力を必要としないこと。
線路は平坦かつ、曲線が多いので、カーブを走りやすい、コンパクトな構造になったと思われる。しばらくしたら、列車を担当する機関車が、何度か構内の線路を折り返して、ホームまでやってきます。線路を切り替える、分岐器はもちろん、手動式です。それにしても、随分、シンプルな連結器ですね。干渉器が真ん中にあって、フックと一体化してる構造なのか。客車が小さくて軽いから、こういうので十分なんだな。一応、外れた時のために、チェーンもつけておくようだ。機関車との連結が完了したら、間もなく出発時間です。では、小さな蒸気機関車で、1時間の旅に出発しましょう。今日、私たちを乗せた列車を牽引する機関車は、赤い色に塗られた、12号機。名前は、ハチンソンと名付けられていて、1908年に製造されました。車齢は、100年を超えていますが、後期に増備された1両で、この鉄道の中では新しい車両になります。ハチンソンという名は、満島の議員も兼任していた、鉄道の役員、ウィリアム・ハチンソン氏から取られたそうです。乗車当時は知らなかったことでしたが、この子は、ボイラーの認証期限の関係で、2019年8月末をもって、営業運転から撤退することが決まっていました。僕たちが乗ったのは、運転終了前の、最後の1ヶ月だったんです。2020年現在、ハチンソン号は、認可の再取得に向けて、新しいボイラーを組み込む整備をしているそうです。お客さんが乗る客車は、木造車体で、全席がクロスシート。ノンコリドーコーチと呼ばれ、客室内部に通路がありません。車体の横幅いっぱいに、ボックスシートが並び、一区画ごとに、ドアが設けられています。窓は、ドアの部分のみが、開閉できる仕組みです。蒸気鉄道の線路は、基本的に単線で、所々に、行き違いができる駅が整備されています。島の南部は、平坦な地形ですが、線路は、沿線の村や畑、丘などを避けて、右へ左へ、絶えずカーブしています。そのために、小回りの利く車体にしたんですね。また、列車の運転形態は、各駅停車ですが、沿線にある、すべての駅には止まりません。いくつかの小さい駅は、お客さんがいないと通過してしまうため、そこで降りたいときは、乗車前にあらかじめ、車掌さんに申告する必要があります。普通なら、普通に通過しちゃう駅もある、普通列車なんです。その中の一つが、20分後にたどり着く、ロナルズウェイ駅です。すぐ隣に、満島空港があり、空港アクセスにも便利、と紹介されてるんですが、扱いは、臨時停車駅。実際、ホームから徒歩で、ターミナルに行けちゃう近さなんですけど、とても、空港駅とは思えない佇まいです。駅がターミナルと直結してないし、こんなホームじゃ、スーツケースを転がすのも難しいだろ。列車の発着時間も、飛行機のことを考慮してませんよね。一応、線路と駅が、近くにあるってだけだよな。そうとも言えますね。さて、小さな蒸気機関車と、島、といえば、機関車トーマスが脳裏に浮かぶ方も、多いのではないでしょうか。実を言うと、彼らが暮らす、蘇道島は、満島の、すぐ隣に存在することになっているんです。ということは、飛行機からでも、信じる心を持つ正直者の目には、あの海に、幻の島が映ってたんだな。みんな、見えてた？答えませんね。みんな、正直でもなく、信じる心も持ってないってことだな。僕は通路側だったし、怖くて外見てなかったから。ダグラスの街からも見えるらしいぞ。それはともかく、蘇道島は、本土と満島を隔てる海を、ほぼ埋めるように鎮座しています。島の形は、東西の長さが、およそ100キロ。南北は、82キロの、ひし形です。ちなみに満島は、南北が、52キロ、東西に至っては、わずか21キロしかありません。長さが大きく異なるとなれば、面積も当然桁違い。蘇道島の面積は、満島の 5.8 倍もあります。でっかいなおい。
いろんな設定を盛り込みまくったら、これぐらいの面積がないと、辻褄が合わなくなったんだとか。原作者の、オードリー牧師は、リアリティを重視しつつ、物語を創作する人だったからね。リアリティ重視か。実際に現地で、車両たちを見て学ぶ、私らと同じだな。一緒にするんじゃありません。ゆうくりは頭が悪くて、実物じゃないと、仕組みとか事情が飲み込めないだけだろ。そうとも言えるな。だから、参考文献だけで動画を作れちゃう人、ほんと尊敬する。蘇道島と万島は、隣同士の島で、似たような蒸気鉄道が走っているのに、どういうわけか、線路が繋がっていません。蘇道島の路線は、東側の、イギリス本土側とのみ接続し、一部の列車は、ロンドンまで直通します。ちなみに、イギリスと、蘇道島が繋がっている駅は、造船の町、バロー・インファーネスと言います。戦艦ミカサなど、明治から大正時代にかけて、日本の帝国海軍向けの軍艦が作られました。なぜ、万島と蘇道島が連絡していないのか、いくつか理由はあるんですけど、二つの鉄道はそもそも、線路の規格が違うんです。トーマス君たちが走る線路の幅は、1435ミリ。新幹線や、英国本土の鉄道と同じ規格です。なので、理論上は彼を、新幹線の線路に、乗せることだけはできると思われます。それに対して、万島の線路は、50センチ以上狭い、914ミリ。前回ご案内した、馬車鉄道など、島内の他の鉄道にも、同じ機関が用いられています。なんだか中途半端な数値ですが、英国内で用いられている単位、フィートに直すと、ちょうど3フィートとなり、キリがいい数字になるんです。でも蘇道島には確か、標準機の線路以外に、小さいサイズの鉄道があったよね。鉱山鉄道のことかな。あれは、686ミリ、2フィート3インチの機関で、逆に、万島の鉄道よりも狭いんだよ。どちらとも、互換性がなく、直通させるメリットもないと原作者も考えたのか。設定上は、本線、鉱山鉄道ともに、万島と繋がっていません。トーマスたちの物語に、奥行き、説得力を持たせるため、蘇道島は、万島よりも、多彩な地形を有しています。完全な架空の島なのにもかかわらず、実際の鉄道にあった線路をモデルにしていて、そこまで、高等無形な設定になっていないのが、興味深いポイントです。なんか、毎回、事故が多発する勾配区間とかありましたよね。ゴードンの丘だね。高低差が85メートルある、全長8キロの長い坂で、最も力の強い機関車、ゴードンですら、立ち往生してしまった勾配です。これも、実在の線路が元になっていて、工業都市、バーミンガムの南に存在する区間をモデルにしていました。勾配のきつさは、物語と、実在の鉄道ともに、26%ミル。東北新幹線の、上野駅前後にある坂に相当します。今なら、電車が普通に登れる傾斜でも、昔の蒸気機関車にとっては、難所だったわけですね。それもそうなんだけど、問題は下り坂でした。蒸気機関車が全盛期だった時代、当時の貨物列車は、今では考えられない大きな欠点を抱えたまま、走らされていました。先頭の機関車以外に、ブレーキがなかったんです。動き出すのも、止まる動作も、すべて機関車任せ。しかも急勾配があるバーミンガムは、工業が盛んだった関係で、主な積み荷が、石炭や鉱石、鉄材など、重いものばかりでした。こんな状態で、安全に走れるわけがありませんよね。こうした事情が、トーマスの物語に反映され、急坂で貨車たちが、機関車の意に反して暴走する、というエピソードが作り出されました。運転士も機関車も、そんな危険な列車を、よく操れてましたね。だから貨物列車は、安全を考慮して、機関車1台のブレーキでも止まれるよう、最高速度が、48キロまでに制限されてたんだ。でも、お客さんを乗せる客車は、反対に、素直で穏やかな性格です。なぜかというと、旅客用の車両は、貨車に比べて、軽量で引きやすく、整備が行き届いていました。そして何より、機関車から制御できる、ブレーキを装備していたんです。真空ブレーキ、というもので、管の中の空気を、抜いたり、戻したりすることで操作をします。動作には、蒸気の力を用いることができ、電力や、
複雑な機構が一切不要。しかも、機関車と配管をつなぐだけで接続が完了しますので、蒸気機関車との相性がいいブレーキ装置でした。現在でも、昔ながらの車両が走る、保存鉄道で見ることができますし、今乗っている、満東蒸気鉄道の客車にも備わっています。そんないいものがあるんだったら、なんで貨車にも、同じものを取り付けなかったのと思いますよね。これには、いくつかの理由がありました。まずは、ブレーキ装置自体の問題です。真空ブレーキは、元々の力が弱い上、機が、その日の大気圧に影響される傾向にありました。さらに、列車の長さ、車両数が多くなると、反応速度が遅くなり、効き目もますます弱くなる欠点を有していたのです。そのため、重量が比較的軽く、編成が短い、客車には積極的に用いられましたが、長い編成を組む、重い貨物列車には、不向きな構造だったんです。そしてもう一つの理由が、所有者の問題です。今も昔も、お客さんを乗せる客車は、鉄道会社に所属し、傘下の整備工場が責任を持って、修繕やメンテナンスを行います。ところが、貨車が所属していたのは、鉄道会社ではありません。貨物を乗せる、荷主の所有物だったんです。鉄道会社は、車両ごと、積み荷の輸送を委託されて、列車を走らせているのに過ぎませんでした。ですから、安全のためとはいえ、よその車両を勝手にいじってはいけませんし、自分たちでお金を出して、改造する義理もありません。輸送を委託する会社側も、貨車なんか、レールの上を走る、ただの荷車ぐらいにしか認識していませんので、愛着なんてありません。荷物が乗っかって、最低限、車輪が転がればいい、と思われていたため、古くても、壊れかけていてもお構いなし、ろくな維持管理がなされず、鉄道会社側でも、適当に扱われていたので、状態はひどくなる一方でした。錆びついた足回りの車体に、貨物が満載させられているので、発車したくても、なかなか動き出せません。そして逆に、ブレーキが存在しないため、減速したい時には、重い車体がなかなか止まらず、時には連結機が壊れて、暴走してしまっていたのです。ただ中には、鉄道会社に所属し、きちんとした整備を受けていた貨車も存在していました。彼らは、機関車と連動するブレーキも備わっていたので、通常の貨物列車より、高い速度での走行が許されていたそうです。トーマスに出てくる貨車たちは、粗暴な性格で、機関車を困らせてばかりいましたけど、かわいそうな裏事情があったんですね。自分でも、自分をコントロールできなかったのか。そんでもって、仕事だけきつく、汚い、錆びだらけ、なんて疎まれてたら、そりゃあ、グレるよな。そんな彼らを止める車両が、一応存在していました。ブレーキ板。トーマスでは、ブレーキ車と訳されている車両です。文字通り、減速の操作を補助する車両で、通常は、貨物列車の最後尾に繋がれます。いつも一番最後にいるのは、この車両だけ、テールランプを設置する、留め具が設けられているからです。中には車掌が乗り込み、合図や標識に従ってブレーキをかけて、必要以上に、速度が上がりすぎるのを防ぐ役割を担います。車体が小さく、頼りなさそうな外観ですが、コンクリートや水などで重量が増やされ、線路との摩擦力を確保しています。しかしこちらも、機関車の運転席と操作が連動していませんし、バネの性能も客車より劣りますから、乗り心地は最悪だったそうです。それに、前述のバーミンガムの急坂は手に負えず、ブレーキ車を2台繋いでいても、暴走してしまった記録が残っています。こうした事故を教訓に、今は全ての車両に、ブレーキが備わっています。車両の保有システムが変わり、貨車も、鉄道会社の所属になったこと。また、法律も改正され、1950年代になって、ようやく、貨車にもブレーキが装備されました。この頃になると、貨物列車の速度が上がり、各車両に、強力なブレーキが不可欠になったんです。これに関連して、動作も、より強力な、圧縮空気を用いる方法に変えられました。こちらは、小さく押し縮められた空気が、元に戻ろうとするエネルギーを利用しますので、力が強く、瞬間的な動きが可能です。
配管類も、細い方が有利ですから、ブレーキシステム自体が、軽量で、コンパクトにできます。その反面、管や空気タンクを作るのに、質のいい素材、高い工作精度が求められますが、製造技術の進歩によって、特に難しいものではなくなりました。ついでの余談ですが、イギリスでは、最高時速160キロ以上を誇る、高速蒸気機関車が、今でもたびたび、イベント列車として、本線を走行しています。彼らも実は、現役時代は、客車の制動に、効きの弱いブレーキしか装備していませんでした。これでは現代の安全基準を、クリアできません。そのため、本線走行ができるよう、機関車、客車ともに、圧縮空気式のブレーキが、追加搭載されています。それから、イベント列車には、後ろに、ディーゼル機関車が連結されていることがあります。一見、加速を補助するだけのように見えますが、隠れた役割として、ブレーキエネルギーの供給も担っているんです。連結部分を見ると、空気管が繋がれ、後ろの機関車からも、客車にブレーキ用の圧縮空気を送っていることがわかります。特に、ロンドン近郊のような、過密、高速区間を走行する場合、素早い加減速を助けるディーゼル機関車は、イベント列車、定期列車双方にとって、命綱なんです。せっかくの蒸気機関車に、ディーゼルがついてて興ざめ、なんて思わず、安全な運転を陰ながらに支える彼らも、応援してあげてくださいね。さてさて、話を満頭に戻しましょうか。もうかれこれ、45分ぐらい乗ってるのかな？景色は綺麗だけど、変わり映えしないせいか、結構長く感じますね。これでも、だいぶ規模は縮小しちゃったんですよ。満島の蒸気鉄道で、現存している路線の長さは、全盛期の半分以下。路線図を見ると、首都のダグラスから、南の部分にしか走っていません。けれども昔は、マンクスノーザン鉄道という、別の蒸気鉄道が存在していました。東海岸を走る、満島鉄道に対し、西海岸の町から、山岳部を経由して、北の港までを結ぶ鉄道です。今でこそ、美しい風景を売り物にした、観光地、別荘地として栄えている満島ですが、1800年代後半までは、紅葉が、島の重要な産業でした。北西部の路線は、鉱山で掘り出された、重い鉱物を運ぶ目的で作られた上、急勾配が続きます。なので、機関車も、同軸が一つ増やされた、三軸構造を採用していました。マンクスノーザン鉄道の線路は、1879年に完成し、鉱物と住民の輸送を開始します。あれ？姉さんちょっと待って。今銀ちゃんが、満島は、1800年代後半までが、紅葉で栄えてたって言ってたよね？そうなんだ。ノーザン鉄道が完成した頃から、島の紅葉に、陰りが見え始めます。鉱山は、年を追うごとに、次々に閉鎖されていき、そこに繋がる鉄道路線も、不要になっていきました。中には、完成後、10年も経たないうちに、生産を決めてしまった路線まであったんです。しかしこの事態は、急に起きたわけではなく、ある程度予測されていたものでした。なので最初から、何かあった時は、東の、満島蒸気鉄道と、事業を統合できるようになっていたのです。その後、北部の路線は、沿線にある、最後の鉱山が役目を終えるまで、細々と鉛を港まで輸送し、イギリス本土から運ばれる石炭、そして石油を、町まで不定期に運搬していました。ですが、道路や、パイプラインなど、代替手段の整備により、これらの輸送が、鉄道である必要は、薄れていきます。そして1970年、ついに、旧ノーザン鉄道だった、最後の路線が廃止。レールはすぐに撤去されてしまいます。けれど、機関車、客車たちは、保存されることが決まりました。今も、一部の車両が東海岸の路線で、元気に走っています。建築物も、遊歩道として再整備された橋や、道路として生まれ変わった部分がたくさんあります。石造りの駅舎も残されていて、個人の住居、町の公共施設として、再活用されているようです。などなど、取り留めのない話をしているうちに、列車は、終点、ポートエリン駅に到着しました。だいぶはしょったな。関係ない話で、随分時間を使っちゃいましたからね。
ここは、ビクトリア朝時代に、海辺のリゾート地として開発された村です。1時間の旅を終えた機関車は、客車を切り離して側線に移動し、1時間の休憩を取ります。駅には、カフェが併設されていて、乗務員さんも、車両と同じように休憩をしてました。金助私らも、盛大にここは飲もうぜ。フラグ立てるの、禁止。機関車が止め置かれている線路の奥は、鉄道博物館です。中では、引退した車両、昔使われていた設備などを、見学することができます。ダグラス駅、ポートエリン駅は、両方とも、車両の向きを変える、転車台がありません。ダグラスに向かって走る機関車は、後ろ向きに走ります。後ろ向きって言っても、決して、ネガティブ思考なわけじゃないのよ。それはそうと、1時間走ったら、1時間の休憩をして、って結構余裕のあるスケジュールなんですね。私らはただ座って喋ってるだけだったけど、機関士の仕事は、かなりハードだからな。休息を、きちんと取らなければいけないんだよ。それで、この鉄道は、どれぐらいの列車が走るんですか？いいことを聞いてくれた。列車は、朝の10時から16時まで2時間おきに走行するようだ。南行き、北行き、ともに16時発、17時着のダイヤが最終列車なんだよ。なんか、少なくない？そう言うと思ったよ。実はこの鉄道、最も列車の本数が多いダイヤでも、1日に4往復しか運転していない、公共交通機関ではあるが、観光客と地元の小中学生が主な客層なので、日が暮れた後は、お客さんがほとんど乗らないのである。その上、古い客車は、室内の照明がとても弱く、機関車には、ヘッドライトすらない。だから、辺りが暗くなる前に、最終列車を運転しているのだ。というのもありますが、一番の理由は、車両不足です。現在、満東蒸気鉄道に在籍する機関車で、動ける状態にあるのは、わずか4両だけ。博物館や、車庫の片隅で、修理待ちの車両が、何台もいるんですけど、現代では失われた、古い技術で作られているせいで、修復と整備に、長い年月がかかります。さらに都合が悪いことに、線路や車両のサイズが、満東独自の規格なので、他の鉄道から、車両をレンタルすることもできません。残された車両を、なんとかやりくりして運転できる限界が、4往復、というわけなんです。じゃあ、4時の終電。じゃなくて、最終の汽車が行ってしまったら、もうダグラスには戻れないの？と心配してしまいますけど、大丈夫。島内の主力交通機関であるバスが、1時間おきに、午後8時過ぎまであるんです。8時、終バスも、随分早いんですね。まあ、田舎だからね。そんなに、夜遅くまで乗る人がいないんだよ。満東で、店じまいが早いのは、交通機関だけじゃありません。カフェやスーパーも、閉店時間が早いんです。夕方の、17時を回った頃には、街一番の商店街ですら、人通りが途絶え、シャッターが開いているお店は、片手で数えられるぐらいになっています。全国チェーンのカフェですら、午後5時に閉まるほどです。幸い、レストランだけは、9時以降も空いていますので、夕食抜きになる事態だけは、回避できます。日が暮れたら、さっさと枕投げして寝なさいってことですね。というわけで、今回は、満東の南を走る、蒸気鉄道をご紹介しました。けど、こう言ってはなんですが、皆様なんとなく、物足りなさを感じたんじゃないですか？古くて、問題点はあるけれど、機関車も客車も、普通の形をした、普通の鉄道です。これじゃあ、イギリス本土の、保存鉄道と変わりませんよね？でも、今日ご案内できなかった、この島の北の地域には、他の土地ではなかなかお目にかかれない、奇怪なものがあるのです。なので次は、1回目の動画で少しだけ映ってた鉄道、そして、時間の関係でカットしてしまった、新車両をご案内する予定です。多分ゆくりは、興奮して踊り出したり、地面に寝っ転がることでしょう。寝てるんじゃない。あれは、床を覗き込んでるんだぞ。踊ってるのは？喜びの舞。バカにつける薬はありませんね。バカとはなんだ、事実だけど。改めて、ゆくりがおバカだってことが判明したところで、今回のお話は、この辺りで終わりにしたいと思います。
ここまでのご視聴、ありがとうございました。金助これ飲んでみろ。甘くて美味しい。あ、お前まさか。こりゃあうまいココアだぜー。フラグ立てるなって言っただろ。